皆さんこんにちは。さすがの麺です。やってきました。上海のウォーハンマーストアです。入り口には世界共通の100万体チャレンジのポスターが。その横にはたくさんのミニチュアがずらりと並んでいます。どの作品も本当にクオリティが高くて色鮮やかに塗装されているので、まるでキラキラ輝いているみたいでした。中国ではケイオスマリーンがすっごく人気みたいです。店内にもたくさんのケイオスマリーンのミニチュアが展示されていました。この日の気温は38度、湿度はなんと 80% 超え。すっごく蒸し暑かったので、涼しい店内がとってもありがたかったです。ショーケースちょっと結露して曇ってましたけどね。ケイオスマリーンに並んでタウエンパイアもかなりの人気みたいでした。お、バトルシスター。実物を見るのは初めてなんですが、めちゃくちゃかっこいいですね。いつか自分でも絶対に組み立てて塗ってみたいと思いました。この神々しい雰囲気たまらないですよね。店内にはペイントコーナーもあって、ただならぬ雰囲気の男性が真剣な面持ちでティラニットをすっごくかっこよく塗ってましたよ。店内は15畳ぐらいでしょうか。日本のストアの多くと同じぐらいの広さなんですが、その中にミニチュアや商品がぎっしり並んでいて見応え抜群です。スタッフさんは2人、そしてお客さんがなんと8人。私が行った時はかなり賑わっていて、皆さん楽しそうに集まっておしゃべりしていました。ちょうど店内はリニューアル作業の真っ最中だったようで、スタッフさんが重機を動かしたり、商品の陳列をしたりと大忙しの様子でした。営業しながらここまで作業している光景は日本ではあまり見かけないかもしれませんね。そういえば中国では営業中に工事やお掃除をしているお店を結構見かけるんです。こういう日本との違いを見るのも海外ならではで面白いですね。スタッフさんに限定のミニチュアはどれか聞いてみたところ、この3つが限定品だよと教えていただきました。最初は1つだけ買うつもりだったんですが、まさか限定品が3種類もあるとは思わなくて、気づいたら全部レジに持って行ってました。ということで全種類ゲットです。この後開封します。バイバーイ。暑い。ただいま帰りました。開封します。まずはこちら。ウォーハンマー 40K アストラミリタルムのサージェント・リッパー・ジャクソンです。めちゃくちゃかっこいいですよね。アストラミリタルムは人類の帝国を支える一般兵たちの軍隊です。スペースマリーンのような超人ではなく、ごく普通の人間。かっこいい。そんなアストラミリタルムの中でも、リッパー・ジャクソンはとても人気の高い記念ミニチュアです。このミニチュア、2020年のウォーハンマーストアアニバーサリーを記念して登場した限定モデルなんです。当時はストア限定で販売されていたんですが、世界的なコロナウイルスの流行でお店へ行けない人も多かったため、期間限定の受注生産も実施されました。
つまり欲しい人はこの期間中に注文してくださいねという特別な販売方法だったので、今では新品で手に入れるのがかなり難しいミニチュアになっています。見どころは何といってもこの力強いポーズ。植物までパーツになっているのは初めてかもしれませんね。塗るのがとっても楽しみです。続いてはこちら。エイジオブシグマのコレクターズエディションです。ベレクジ・インドミタブルです。ベレクはウォーハンマー・エイジ・オブ・シグマーに登場するストームキャスト・エターナルという勢力の英雄です。ストームキャスト・エターナルは雷の神シグマーによって選ばれた不死の戦士たち。人類を守るため何度倒れても再び戦場へ戻ってくる、まさに神話の英雄のような存在なんです。そしてこのミニチュアは2019年にウォーハンマーストアの新規オープン、移転、リニューアルを記念して販売された限定モデルなんです。限られたストアでしか購入できない特別な記念ミニチュアなので、今では見かける機会もかなり少なくなっているそうです。私はストームキャストエターナルをまだ集めてはいないんですが、この造形を見た瞬間にかっこいいと思ってとっても興味が湧きました。力強いポーズも細かく作り込まれた鎧も本当に見応えがあります。上海のストアで出会えたのも何かの縁だと思うので、大切に塗装して飾りたいと思います。続いてはこちら。ウォーハンマー 40K タウエンパイアのハンターストライクスグルートです。見てください、この躍動感。今にも飛びかかってきそうなポーズが本当にかっこいいですよね。このミニチュアはタウエンパイアに協力するクルートという種族をモデルにしています。私は初見でした。タウといえば近未来的なバトルスーツのイメージが強いですが、クルートは全く違います。優れた狩人であり、鋭い感覚と高い身体能力を武器に敵との距離を一気に詰めて戦う近接戦闘のスペシャリストなんだそうです。このミニチュアはウォーハンマー 40K のコメモラティブシリーズとして2024年に登場した特別なモデルです。最初はウォーハンマーの大型イベント限定で販売され、その後ウォーハンマーストアでも期間限定で販売されました。通常ラインナップには含まれていない特別な一体なんだそうです。クルートライフルを両手で構えながら大きく飛びかかる一瞬が表現されていて、獲物を仕留める瞬間をそのまま切り取ったような迫力があります。造形もとっても細かくて、羽飾りや装備、筋肉の表現までしっかり作り込まれているので、塗装するのがすごく楽しそうなミニチュアです。めちゃくちゃ美脚。クルートらしい野生的な雰囲気を大切にしながらじっくり塗装していきたいと思います。ということで、ミニチュア3つを購入したんですが、その際にこれもらいました。店員さんにこのピンバッジをいただきました。これ非売品みたいなんですが、このエンブレム初めて見たんですよね。どこかの戦団とかのマークでしょうか。ミニチュアのゲームをやってればわかるのかな。もしご存知の方がいたらコメント欄で教えてもらえるととっても嬉しいです。ピンバッジめちゃくちゃ可愛いのでバッグにつけようと思います。
ということで、今回は上海ストアのレポートと購入品紹介をしていきました。いかがだったでしょうか？また海外のウォーハンマーストア行きたいですね。次回のレポートをお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さすがのメンでした。バイバーイ。